皆さんこんにちは。フットボール天国へようこそ。今週も J リーグの熱い話題をお届けしていきます。こんにちは。今日のテーマは J1 に所属する柏レイソルの特別移籍期間の大型補強についてです。そうなんです。今シーズンフォワードの木下康介選手がサンフレッチェ広島へ移籍したことで、柏レイソルは選手層の強化が急務となっていました。そんな中、なんと3人の新戦力の加入が報じられましたね。まずは1人目の選手から見ていきましょう。1、馬場誠也選手。まずは守備の要として期待される馬場誠也選手です。彼は2001年10月24日生まれの23歳で、ポジションは中盤の底ですが、センターバックやサイドバックもこなせるマルチロールな選手ですね。少々驚きの個人昇格となりました。現在は J2 の北海道コンサドーレ札幌に所属していますが、この度 J1 の柏レイソルへの移籍が決定しました。退場してさらにハムストリングの怪我が治るのを待っていたら、なぜか柏に移籍していた。何を言っているのかわからねえと思うが、都会痛くなるくらい予想外の移籍でした。馬場選手は東京ヴェルディのアカデミー出身で、2020年にプロデビュー。2022年12月には北海道コンサドーレ札幌へ完全移籍しています。この時の移籍では1億円を超える移籍金が話題になったほど注目されていましたね。東京ヴェルディから札幌への移籍時、馬場選手はヴェルディで9年間過ごしたこと、J リーグデビューできたことは宝物とコメントし、ファンへの感謝とともに恩返しできなかったことへの申し訳なさを述べていました。馬場選手は中盤の底に加え、センターバックとしての堅実な守備もこなし、正確なパスやフィード能力、ヘディングの強さを武器としています。守備的なポリバレント能力を持ちながら足技も持ち合わせているあたりは、さすがのベルディアカデミーさんといった感じの選手ですね。柏レイソルでは最終ラインもしくは中盤の底で守備の安定化とビルドアップでの貢献が期待されています。特に柏のリカルド監督が求める攻撃的なサッカーにもフィットすると評価されているようです。移籍元である札幌のサポーターからは、主力選手流出への不満の声も X 旧ツイッターなどで聞かれているようですね。一方で柏サポーターは彼の加入に大歓喜、守備の強化に期待大といった声が多く上がっています。2、瀬川祐介選手。続いてはフルスキ復帰となる瀬川祐介選手です。彼は1994年2月7日生まれの31歳。ポジションはミッドフィルダー、フォワード、そしてサイドバックもこなすユーティリティプレイヤーとして知られています。投稿者が初めて見た時はフォワードだったのですが、見るたびに所属チームとポジションが変わっており、一時期真剣に瀬川祐介って選手は何人もいると思ったとか。明治大学から2016年にザスパクサツ群馬でプロデビュー。その後大宮アルディーヤ、そして今回の移籍先でもある柏レイソル、湘南ベルマーレを経て2022年に川崎フロンターレへ移籍しています。今回の移籍は2021年以来約4年ぶりの柏レイソル復帰となります。柏は中盤の戦争強化を目指しており、ポリバレントな瀬川選手の獲得に動きました。攻撃的ミッドフィルダーやウイング、サイドバックなど複数のポジションを高いレベルでこなせる点が大きな強みですね。2025年シーズンは川崎フロンターレで J1 リーグ8試合に出場し1得点を挙げています。柏では攻撃の起点やサイドでの突破が期待されています。フルスキでの経験を生かし、チームの前述に迅速に適応できる点も強みとされていますね。柏のファンサポーターからは X 旧ツイッターの投稿で、瀬川のチャントがまた歌えるといった喜びの声が上がっており、復帰を心持ちにしていた様子が伺えます。X ではせっせっせの瀬川という柏サポにしかわからない謎の単語がトレンド入りしたとか。一方、移籍元の川崎フロンターレのサポーターは移籍を惜しみつつも理解する声も多く聞こえました。フットボール天国。3、小見洋太選手。そして最後の選手は若きストライカーかつウィンガー、小見洋太選手です。彼は2002年8月11日生まれの22歳。ポジションはフォワード。昌平高校埼玉から2021年にアルビレックス新潟へ加入し、
U18 および U22 日本代表歴もある将来性豊かな選手です。柏レイソルは木下康介選手の移籍に伴い攻撃陣の強化が急務でしたから、小見選手にはドリブル突破と豊富な運動量を武器とするアタッカーとして白羽の矢が立ちました。彼は2022年に J2 で22試合4得点を挙げて才能を開花させ、2025年シーズンは J1 で16試合2得点を記録しています。柏では攻撃の活性化、特にサイドや中央での突破力が期待されていますね。ここで一つ驚きの情報があるんです。小見選手、なんと2024年12月25日にアルビレックス新潟と2025年シーズンの契約更新を発表したばかりだったんです。そのわずか半年足らずでの移籍報道に多くの人が驚いたのではないでしょうか。まさに電撃移籍ですね。当然ながら移籍元の新潟サポーターからは X で移籍へのショックや柏への不満の声が上がっています。選手流出に対する感情的な反応が目立ちますね。新潟の象徴といえる選手になると思ったので、個人的にも驚きました。嘘やろ、小見ちゃん。あなたもですか。とにかく柏サポーターは小見選手の加入を大歓迎。攻撃陣の強化に大きな期待を寄せているようです。とりあえず今回の話をまとめます。今回のトリプル補強、柏レイソルは本当に攻守両面で選手層を厚くしようという意図が見えますね。木下選手の移籍で落ち込んだムードを一変させる、まさにチーム再構築に向けた本気の補強と言えそうです。その通りですね。馬場選手が守備の要として最終ラインの安定を、瀬川選手がユーティリティな即戦力として中盤と前線の多様性を、そして小見選手が将来性のあるアタッカーとして攻撃の活性化を、それぞれ異なる役割でチームを支えると期待されます。とりあえず加入選手のポジションを予想してはみたのですが、どの選手も複数のポジションをこなせるので予想が難しいですね。これ瀬川選手と小見選手を逆にしても機能しそうですもんね。馬場選手は最終ラインのバックアッパーとしても計算できるし、今年は代表活動が増えそうな熊坂選手の代わりに中盤の底を任せることもできます。あと何気にえげつないのが、この動画作成時が6月8日、代わりの選手をあと2日で晒せと無理ですやん。ただ今回の情報はスポニチアネックスや X の投稿が主なソースであり、特に小見選手については6月8日現在まだ公式発表を待つ必要があります。続報に注目ですね。はい、フットボール天国、今回はここまで。次回も J リーグのさまざまな情報をお届けしますのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。